どうも皆さんこんにちは。今日はこの半年の私の Amazon ショッピングをご覧いただきます。今回はカメラ関連グッズに限らずにその他のものも紹介していくので、よかったら暇つぶしにご覧ください。基本的には購入した順番で紹介していくので、興味がないところは早送りしちゃってください。紹介する商品のリンクはこの動画の説明欄に載せておきます。まず一つ目です。Canon G7X Mark III です。マーク3の発売をずっと待っていたので、発売されてすぐに買いました。私のインスタグラムにこれで撮った写真も載せているので、よかったらご覧ください。ハッシュタグで使った機材の名前を書いてあります。これに関する動画も作ってあるので、よかったらご覧ください。この辺にリンク出しておきます。それからこれ、動画の AF がちょっと鈍いっていうのが難点だったんですけれども、ちょっと前のファームアップでそれが改善されました。ちょっと今からテストしてみます。さて次はこちら、マイクです。G7X Mark III と一緒に使おうと思って買ったものです。いつも予備電池と一緒のポーチに入れて持ち歩いています。これこんなに小さい割に結構優秀なので、カメラの内蔵マイクよりマシに音声を取りたいっていう方におすすめします。ちょっとこのマイクと G7X で撮影してみます。今これ G7X に外部マイクをつけて撮影してます。音声どうでしょうか？このマイクについての動画も作ってあるので、興味がある方ご覧ください。そして次も Canon G7X Mark III 関連なんですけれども、こちら、液晶ガラス保護フィルムです。今ここに貼ってあるものなんですけれども、タッチ液晶も普通に反応するし、画面もくっきりはっきり見えるので全く問題ないです。で、次は本です。これ2なんですけれども、もともとこれの1を読んでいて、こういう食事法を取り入れ始めたので、ちょっと2も買ってみました。もともと減量目的ではなくて、肌の調子が良くなったらいいなっていう程度の気持ちだったので、常に量はたくさん食べていたんですけど、この本に沿って食べる内容を変えてみました。で、気がついたらいつの間にか体脂肪が 4% 減っていたので、何かしら体の中で変化があったのかなと思います。ちょっと食生活を変えてみたいんだけど、何から始めていいのかわからないっていう方、これ読んでみるといいかもしれないです。で、この流れで次は食品です。さっき紹介した本を読んでから、うどんや白米を家で食べるのをやめたので、主食の代用にたまにこれ食べてます。見た目が麺なので、どうしても小麦で作られている麺と比較してしまうんですけれども、そういう感覚で食べるとかなりがっかりする食べ物です。最初からそういうものとは別の大豆食品だと思って食べれば、なかなかよくできた麺だなと思います。これ茹ですぎるとちょっと大豆の風味が強く出ちゃうので、私は固めに茹でてパスタのような調理法にしてみたり、焼きそば風にしてみたりしています。そして次はヨーロッパで使えるプリペイド SIM カードです。8月にヨーロッパに行ったんですけど、その時に使いました。以前使っていた iPhone を SIM 解除して、この SIM カードを入れて使ったんですけど、快適に使えました。ただ最初の一晩は全然インターネットつながらなくて使えなかったんですよ。で、翌朝つなげてみたら普通に快適に使えるようになってました。フランス、ポルトガルと移動したんですけれども、どっちの国でも何の設定を変えることもなく普通に使えました。日本にいる時と同じように移動中に動画を見たりとかもしてたんですけれども、快適に使えました。そして次にこちらです。大きめのトートバッグを使うときにバッグの中身がぐちゃぐちゃになっちゃって、お財布どことか携帯どこってなっちゃうので、こういう間仕切りを買ってみました。バッグを変えるときもこれごと入れ替えるだけなので便利です。これフェルトのような生地なので、普段使いにはちょっとゴワゴワするっていうのが気になるといえば気になるんですけれども、逆にカメラ用品を入れる日なんていうのはこのクッション感が安心なので、今のところよく使ってます。次、デジタルカメラケースです。私はこれ色違いで持っていて、それぞれカメラ別に電池を収納するケースとして使っています。次はこちらです。
これ女性の間ではもう常識のアイテムなんですけれども、男性も使ってるのかな。パッケージを開けるとじんわりとあったかくなるアイマスクで、目が疲れた時に使うと結構目が休まります。私は毎晩これをして寝てます。で、ソフトボックスとアンブレラホルダーです。他のアンブレラを使ったことがないので、これが品質的にどうなのかっていうのがちょっといまいちわからないんですけど、とりあえず必要な用は足せました。ちなみにこの動画の時点では Godox V1 用のホルダーが未発売だったんですけど、その後発売になったということで送ってきてくれました。これが届くまではこっちのアンブレラホルダーで代用してました。ここから3点トレーニング関連のものが続きます。まずはこちら。遠熱サプリです。私、写真や YouTube 投稿の他にスポーツ系の趣味としてトライアスロンをやってるんですけれども、その長距離練習やレースの途中に電解質の補給としてこれ飲んでます。海外の同じような製品も試したことあるんですけど、なんていうのかやっぱり強いのかな。飲むとおえーってなっちゃって吐き気がしたりとかするので、日本人には日本の製品が体に合うのかなと思ってます。これ私レースに出る時になくてはならないものなので、直前にお店に買いに行って売り切れとかだと困るので、事前に Amazon で大量購入してます。こんな感じで送られてくるんですけど、これがあと他に何セットか家にストックしてあります。で、次もお気に入りのスポーツ用の補給食です。これ京都の老舗和菓子メーカーが作ってるスポーツ用の羊羹なんですけれども、他のメーカーのスポーツ羊羹よりも美味しいんですよ。私スポーツ用のエナジージェルを取るとすぐに胃がキリキリ痛くなるので、レース中も普通の食べ物を用意して食べてるんですけど、これはお腹に優しくて美味しいのでおすすめです。さすがに泳いでる最中は補給食食べられないんですけれども、自転車乗ってる時とランニングの時にこれ食べてます。パッケージも小さいのでポケットに入れたりランニングの時は腰に挟んじゃったりとかして邪魔にならない大きさです。登山とかハイキングしてる方にもこれ携帯補給食としていいんじゃないかなと思います。ただこれやっぱりスポーツ用なので、普通に何もしてない時に食べるとちょっと塩味が強いんですよ。なので普段のおやつには向いてないですね。ちなみにさっきお話ししたように普段糖質制限っぽい食事法を取り入れているので、去年1回レースの途中の補給食も糖質制限っぽいメニューにしてみたんですよ。もう本当にね、それが大失敗で散々な結果になっちゃったので、それ以降はレース中や練習中はしっかり糖質を取るようにしています。それからもう一つ、スポーツ用の補給食です。これ製品の説明文を読んでも、それで一体何にどう効くのと思うような製品なんですけれども、私の感覚ではこれを取るとレースの後半バテないっていうか力が持続するような気がします。今マラソンシーズンなので初完走を目指している方いらっしゃいましたら頑張ってください。次、デスクマットです。大きめでマウスの反応もいいデスクマットを探していたらこれがヒットしてきたので買ってみました。以前使っていたものよりもマウスの反応が良くなって気に入っています。マイナスポイントはというとこの端っこのロゴです。普段使っている時はそんなに気にならないんですけれども、これ片押しでへこんじゃってるので、掃除している時にここにホコリが入っていると取りにくいっていうか掃除しにくいです。で、次はクランプホルダーです。これレフ板をサイドで固定をしておけるものが欲しいなと思って買ったんですけど、家に届いた時はこんなに重たいものだったんだとびっくりしたぐらいがっちりした作りで、この値段でこんなにがっちりしたものが届くとは思ってなかったのでちょっとびっくりしました。最初はレフ板を挟むことぐらいしか使用用途は考えてなかったんですけど、使ってみたらあまりにもがっちりしているので、もしかしたらバック紙もいけちゃうかもと思って、こんな感じで挟んでみたらバッチリ支えてくれるので、最近めちゃめちゃ重宝しています。バック紙の端っこに洗濯物干し竿をくるんと巻いて、このホルダーのクランプで挟むだけです。完全に垂直にはバック紙が落ちてくれないので、簡易的な撮影の時だけこれでやってます。それからビデオ用ライトです。今も背景で使ってるんですけれども、一つ買って使ってみたら結構良かったので、もう一つ買い足して今2個持ってます。他にもこのサイズのライト Amazon で売ってるんですけれども、私がこれを選んだ理由は AC アダプターを使用できるっていうところです。類似品は別売り充電池とか乾電池で使用することはできても、AC アダプターでコンセントから給電することができないものばっかりだったんですよ。私は家の中での動画撮影に使
使いたかったので、電池残量を気にせずに使えるものを探していました。で、最近は動画撮影の背景にカラーライトとして使っています。カラージェルが正規のアクセサリーとして売っていないので、文房具用のセロファンとかを挟んで使っています。そして AGP テックのピンマイクです。この値段にしてはなかなか悪くないと思います。これについてもマイクの動画の中で紹介しているので、音質が気になる方はそちらをご覧ください。次、ライトニングケーブルです。すごく長いものを探していたら3メートルっていうのがあったので買ってみました。正直1本で良かったんですけれども、3本セットだったので残りは友達にあげました。問題なく普通に使えています。それからキヤノン EF50mm F1.8STM です。K&F コンセプトの AF アダプターを試す際に購入しました。この動画の中で使っているのでよかったらご覧ください。それからこちら、照明レフ板スタンドキットです。私はこれマイクを設置するスタンドとして使いたくて買いました。今もこのスタンドを使ってマイクをこの辺りに設置してあります。私の頭の真上ぐらいのところです。この辺りにマイクを設置するには何かブームのようなものが必要だったのでこれを買ってみました。で、次は自転車に取り付ける iPhone ホルダーです。屋外で乗る自転車用ではなくて室内での自転車トレーニングの時に使う目的で買ったので安いのでいいやと思ってこれにしました。前から使っているものが壊れたと思ってこれ買ったんですけれども、結局よくよく見てみたらそれが壊れてなかったので、これもう行き場がなくなっちゃってまだ使ってないです。それからこれはレビュー用に提供してもらったものなので自腹で買ったものではないんですけれども、すごく気に入っているのでもう一回ここで紹介します。高さ2メートルまで伸びる三脚なんですけど、さすがに2メートルまで伸ばすことはないんですけど、だいたい180センチぐらいなら結構頻繁に使うんですよ。なので最近はこればっかり使っていてかなり気に入っています。レビュー動画この辺りに出しておきます。それから iPhone 用のガラスフィルムです。Apple Store でガラスフィルムを貼ってもらってすぐに落としてひびが入るっていうのを2回繰り返したので、もう安いのでいいやと思ってこれ買ってみたんですけど、スクリーンも綺麗に見れるし、タッチの反応もいいし、何にも問題ないです。2枚入っていて700円ぐらいなのでもう大満足です。それからめちゃめちゃ大きいレフ板です。2メートル ×1.5 メートルの大きさです。これレフ板として使おうと思って買ったのではなくて、ホワイトバッグとして使おうかなと思って買ったんですけど、ちょっと残念だったのがレフ板の部分が結構布が薄いんですよ。なので工夫しないと背景が透けちゃうのでおすすめではありません。この他にも生活用品とかたくさん買っているんですけれども、もうキリがないので今日はこの辺にしておきます。動画の内容気に入ってくださった方はぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。新しい動画出しましたとか、新しいカメラ関連グッズ買いましたっていうようなお知らせは、インスタグラムストーリーズの方でやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。